張けど、でもまあ信じてもらってちゃうので、ちょっと緊張だったら大事なの、それが大事。でも信じてる実況絶対チャンプだね。Se não fosse a luta, eu não sei o que seria da minha vida. Minha vida mudou através da luta. Era ser campeão. Só tinha esse plano. Antes de eu entrar para lutar, eu falei para os meninos: hoje eu vou dar tudo que eu tenho. Mas é o que eu treinei minha vida inteira. Eu me dediquei minha vida inteira para chegar nesse momento. いやー、やっときましたね。それだよ、それだよ。ナイス、そう、絶対左じゃないぞ。飲むんじゃないぞ。もういっぱいやってきたんで、試合でもう勝つだけです。やばいっすよこれでテーピング巻いて投げたらもう最高です。やってきたことを信じてやればもう絶対に結果はついてくると思うんで。飲み込みが早いんで、もう吸収率が早いんで、今回はもう試合でバッチリ自分のパフォーマンス出してくると思いますね。ライジン1に出てそこからなんで6年半ぶりぐらいですね。積み上げてきた MMA がどれだけまだ通用するかっていうところをちょっと見てほしいですね。体のこととかやっぱりいろいろ考えたり、一試合一試合最後のつもりでここ最近の試合はやってるので、今回も本当最後のつもりでっていうのは本人の中にあると思います。さあ年の差20歳差という両者の戦い、42歳大ベテランの佐々木真司、22歳の新星宇佐美翔パトリックです。さあライト級の戦いです。新星が挑むこの一戦、そして一方ベテランがその新星に胸を貸す番です。ホベルト聡壮選手にゲスト解説にお越しいただいていますが、おっと入ってきたところ右キック、そしてカウンターさらにまとめていった。しかし組みついていきます。左手離せ、顔切れ顔切れ、もうしっかり切ってもう打撃で倒すっていうので、ちょっと嫌な展開になってしまったって感じですね。やっぱコーナーに押し込まれていくっていう、やっぱり宇佐美のパンチ力、この打撃というのは定評がありますからね。ここで刈り取っていきます。はい、油断しないでしっかり固めてね。はい、キープしたマウントモーションを取りました。1ラウンドは思うような動き、思い切って覚悟を決めていけてたので良かったと思います。組んだらいけるっていう自信はすごく出て、強引にそこでいかなくてもまた2ラウンドでっていう、いけませんね、その気持ちが。ベテランのくせにいけるところでいかないと。5分間が終わろうとしています。そして焦点をさあ第2ラウンド、さあじりじりとしたこの緊張感の中で左からノーモーションから入ってさらに右を差しました。そして膝切りを放っていきましたが、しかし佐々木真司離しません。おっとここで今一旦離れました。こうなりますと宇佐美翔としてはチャンスを迎えることになるんでしょうか。アッパーです。左のフック、そして右左右のフックを振っていきます。ボディが効いてやっぱ動きがちょっと足がいきなり止まったんですよ。向き合ってる時に喜一さんがストレート出せって言ったんですよ。自信持ってバッて打ちに行ったら一発でしっかり仕留めれたな。あとストレート当たる、絶対ストレート自信持って入っていたらいけるから。この展開ですが、今この状況ではおっとワンツーを放っていきました右ストレート。しかし右ストレート、そしてポイントに入った。ライジンライト級に走って先行、宇佐美翔パトリック、大ベテラン佐々木真司をノックアウト。本当に今までいろいろありすぎて、本当に濃い半年間で今サポートしてもらってる人に助けられてこの舞台に立てました。本当にありがとうございます。マジでこれからでかくなるんで皆さんどうかついてきてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。よし、よかったよかった。お前はこっからや。本当に解放されて今こうやって試合でキーさんとも約束した通り倒してよかったです。言っときます。これからこのチームは最強になります。マジでみんなでやりました。いきますよ。スタートやっとスタートされました。いい試合だった。すごく本当にありがとうございました。
42歳よ。いやちょっと言っていいですか。どういうつもりよ。いや違うでしょ。42歳じゃないですよ。年齢的にはもうね親子ぐらいなんで、自分がもしコーチとかだったら徹底して組をやらせます。そこをしっかりやったら上に行くんじゃないですかね。本当は勝っていろいろ言いたいこともあったんですけどね、会場の中にもう20年ぐらい病気で姉が母親と2人でいるんですよ。勝ったら自分も勝ったからマネージャーにも勝てよって言いたかったですね。負けちゃったんでここで言っちゃいました。好きなだけやってくれればいいなっていうのは思いますね。絶対死ぬまで後悔すると思うんで、やりたい気持ちがあるんだったら最後までやって燃え尽きてくれればいいなと思います。保育園の娘がいるんですけど、試合が決まると子供に我慢させることが多くてですね、遊べないとかなんで娘と相談です娘が許可してくれたらやります。ライト級日本人ここにあり、見せられる武田浩司。生活苦しい中で、そうですね、ここで何としても爪痕を残してね。ただ組んだ武田です。ちょっと降ってきた。あと見えてましたけど、多分下向いてたらもうフラッとしちゃったんですけど、ちゃんと見えてる感じだった。この部分ですね、もらったの。全然。さあここからは武田選手ですよね。武田選手投げるかジャーマン。ここが落としていく前へ。投げた後たすき。強いね。バグリから十字を今回そこを狙ってる。腕を取る。これ危ない。これも危ない。どうだ。He was yanking on the Kimura, and he did a very well transitioning to the armbar. ようやくたどり着いたこのライジンの舞台なんですが、ショータイム。相手がいるからこそ試合ができる、ファンがいるからこそ試合ができるっていうのをやっぱこう敬意を表してるっていうのがすごいこう伝わってきたんで、すごい熱い男だったのでリスペクトを持てました。大晦日も出る気満々でいるんで、発言権は少しはあると思ってるんで、強いやつに立ち向かっていきたいっていうのはそこは変わらないんで、ベラトールの選手とやりたいですね。トップどころとやらせてもらえたらなと思います。榊原さんお願いします。丸い土俵から四角いリングに舞台を変え、丸2年3年目に入ります。赤野富士、現在は MMA ファイター須田理央剛25歳です。ヘビー級の怪物が博多湾上陸、連射式機関砲をぶっ放すハンガリーより剛腕来たるヤノス・チューカス。ちょっと怖いですね、立ち上がりスタンド。まさに現金です。非常にリラックスしてますね。肩の力抜けている須田理央です。そうなんですよね。スパッツ右の振りながらテイクダウン狙いが組んできましたね。イメージ通りでした。本当に全部想定内です。はい。右の肘振ってきましたね。でもそれに合わせてこれ腰を深くするんですがコントロールしてますよ須田理央が。逆に投げ切られました。いろんな駆け引きの中でのあれなんで、絶対にテイクダウンされないっていうのは今後世界に出てありえないんで、その中でもどういうふうに対応するかっていう、倒されてもそこが大事なんで、冷静に対応できてたかなと思いますけど。これすごいいいので。それキックよしよし。Nothing. It was a kick, yeah. I have to say it wasn't, but he did nothing. My calf, nothing. 俺打ってきてるから。あ、もう体流れてますね。コンパクトのパンチすごいですね。急がないよしよし。相手が一発僕のパンチ入ってふわってなった時に決めに行こうとしちゃったところがあって、おでこで受けて僕を疲れさせて、でテイクダウン取ろうっていう多分作戦だったと思うんで、うちでそれ気づいたんですけど、そういう時こそもっと冷静にもっと早く気づくべきだったなと思って。ハウすごい対応できてないので、どんどん蹴ってっていいと思います。出なくなってるので。
そうするともう振り回すこうやってだけで。今行った方がいいですね。さあ仕留めきる力があるかどうか。スナリオ剛です。さあ日本ヘビー級選手その夢をまとめたんですね。レフェリーに止めました。7戦7勝の矢野中華を下しました。スナリオ剛。苦しかったけどね。いやでも高田さん仕留めきりました。こういう苦しんだ試合をものにするとまた成長するんだよね。そうですね。本当苦しかったと思うよ。生き切れて。It was an amazing fight. It was good, strong opponent. Yeah, I enjoyed it. Yeah, he was a better fighter, beat me. Tip my hat to him. Great fighter. 疲れすぎた。試合前熱出ちゃってそれでガクンと体力落ちちゃったんですよ。それがなければもっとこうスタミナももっと余裕だったんですけど、今回はもうそれできつかったですね。疲れてももうやっぱり息止まって頑張って気をパンチできて全然違う。この試合だけでもう強くなったこの経験で。いつ上げますか？点数今日17ぐらいね。強度はどうですか？ベラトールの日本大会で無理なんですか？ワンマッチだけでも。まあ厳しいですからね、まだまだ。ヘビー級もっともっと注目されなきゃいけないと思ってるんで、さらに頑張らなきゃいけないなっていう気持ちになりました。ついに王座挑戦にたどり着きました。工場での過酷な仕事、養鶏場やゴミ収集のアルバイトで生計を立てながら、このソーザ兄弟のもと盆栽充実でその才能が開花しました。マリンメッセ福岡の空気をいっぱいに胸に吸い込んで、今リングインです。無冠の帝王、ついに王座に座る時です。気をてらったアプローチで話題をさらう者もいるライジンフェザー級。みんなどこ見てんだ。チャンピオンは俺だ。第2代ライジンフェザー級王者牛久潤太郎、勝って証明してみせる。例えば大晦日の王者クレベル対挑戦者朝倉未来、そんな予想や声があるならば今回もぶっ壊す。強い者がチャンピオン、強い者が主役、それをなくしたら格闘技じゃない。だから全てをかけて僕が本物になります。伊沢さん、はい、今この時間だったら言えるかもしれません。どういう作戦ですか？いやもちろん自分のやりたい打撃やりながらしっかりとクレベル選手の寝技対策していくっていうような感じですね。なるほど。いよいよ始まりましたね。さあライジンフェザー級のタイトルマッチです。チャンピオンが画面奥です。膝蹴りを見せました。関節蹴りです。まっすぐ足を突き上げていくのが白いトランクスがクレベル小池チャレンジャーです。牛久選手は打撃でいくってことですよね。そうですね。その当てる打撃をどのポイントで出すかってことですよね。それまでの試合作りもありますからね。さあいきなりフックにカウンターでテイクダウン奪って下から首取ってます。左フックを絶対打たないっていうもう決めてたんですよ。うちはもう下の蹴りとボディしか出さないって言ってたの。最初関節蹴りが完璧作戦通りで相当やがったので、あれで急に低くなったんだよな。だからボディが低いんですよ。要は立ってるとボディってフッて力入れるじゃないですか。こうやってきたらお腹力入るんですよ。だそこにボディっていう約束だったんだけどフックいっちゃったんです。だからこう低い相手に対してこうフックいっちゃったらもうもろこうって入られたじゃないですか。そこずっとしてんだよな。潤太郎が思った以上にちょっと今回プレッシャー感じたな。なんで僕自身がそういうやっちゃいけないことを僕も分かっててなんで出しそこがクレベルのプレッシャーなのかな。うん。
一瞬も気が抜けないですね。くるみさん、ここまで何度もこのアリ地獄の餌食になってきたんですよね。そうですね。だんだんコーナーにこう詰めてってっていうのがよく見る光景でしたよね。さあ逃げられるかどうかです。バックに回りました。クレベル小池です。いや、なんと肩固め。肩固めに入ります。そのまま。さあ、オペガと吠えながらベルトをさらっていくのか。抜けましたね。どうですか、抜けましたか。Eu errei ali. Eu tentei dar um treino de mão, mas eu não encaixei bem, deixei sair. Não, pega uma posição que eu faço bem, só que eu fiquei assim, vou no triângulo de mão ou vou para as costas? Aí falei, vou dar uma apertada aqui, aí acabou escapando, mas eu não liguei não, porque eu sabia. 左手の位置しっかり相手の顎の下につけてっていう感じですね。はい。これは作戦ですか？はい。あの位置に置くっていうのが。はい。あそこに置いて頭を上げさせないっていうことをやってますね。体を伸ばすようなことですよね。そうですね。でコツコツ当てていくっていうような作戦ですね。1ラウンド目のこれでこれ結構良かったんですよ。あれも作戦通りだったんで、あの辺は。ただあれがクレベルがいやいや聞き込んできたっていう体なんですよ。寝技の展開やられてあそこになっちゃうじゃないですか。ちょっと疲れたんです本当に。さあ1ラウンドが終わりました。相手疲れたぞ。すげえ疲れたぞ。大丈夫だからすげえ疲れた。帰ってきて足パンパンだったんですよ。腕じゃなくて足がパンパンだったんですよ。耐えれたんだけど意外と潤太郎削られた。そうですね、相手も疲れてたんですけど、自分が下になる展開を作っちゃいけない、そもそもそこっす。あれで疲れたんだよな。1ラウンドはね、なんかフィジカルが強いし、クレーベルもちょっと失敗した後、私クレベル言ってたね、もうあなたちょっと間違えたからそれで知ってるね、でも絶対2ラウンドが決めできるよって。チームも総力戦だと思うんで、このラウンド間でどう作戦を切り替えたか。高田さん、まさにその盆栽勢がどういう指示してるかですよね。そうですね。しかしボディ出してんだろ潤太郎。足かしかしこれは潤太郎さんもかけてますね。かけてますね。これどっちがどうでしょうか。これは牛木選手がかけてるんですけど、なかなかね外側のヒール決まらない。ここ上取りたいですね。さあどう立つか。立ち上がって正対する、引き込むこともある。相手疲れてるからな。さあ投げ切るか。いやでもここも投げ合いになります。マウント十字危ないですね。腕七三角の体勢か。はい、両方入ってますね。完全に。オペガー一気に動け右ここはしのいでいるが、まだチャンスはクレベル小池です。チャレンジャー。さあまたセットします。これクレベル得意よ。クレベル小池牛久潤太郎を食らう。ついにライジンフェザー級の頂点に立ちました。今度もライジンフェザー級、ついに秩序が生まれました。王者クレベル小池。伊沢選手、どうでしょう、何か戦いの中でミステイクがあったんでしょうか。いやもうクレベル選手がうまかったっていう結果ですね。ミスじゃないですよね。そうですね。クレベル選手は強かったってことですよね。はい。悔しいですね。やっぱりすごい潤太郎さんがすごい頑張ってるのを近くで見てるので、本当に悔しいですね。なんか全然いいと思うんですね。一番目は間違ったんだけど、自分がやってきたことが全く出せなかったので、なんか真っ白っていうか、そうっすね。
ただ僕も本当にこの試合に、かけてたんで、そうですね、はい次とは簡単には言えないですね。またリセットします。ちょっといろいろ考えて。みんな、今日私めっちゃ嬉しいです。これがノベルトだったら、ウィキクレブルじゃなくて、日本のベルト、ブラジルベルト。みんな、私ブラジル人。でも、19年、自分の夢のいる。本当、ありがとうございました。本当、日本、ありがとう。もちろん嬉しいね。もう2年前彼で紹介して、今日が彼と私一緒にチームとなってね、もう人生はもう素晴らしいですね。はい。先生、やられたな。やられたな。やられたよ。大丈夫だろう。Vai querer ir embora com ônibus ou vai pegar para Hoje o Satoshi, a gente entrou para a história do Japão. Hoje a gente fez história. É inesperada. 2 estrangeiros, 2 gaijin. A gente brigou pelo nosso espaço, a gente está brigando, a gente trabalhou para isso. Mesmo sendo gaijin, eu agradeço muito ao Japão. O Japão me deu a oportunidade de ter o que eu tenho hoje e de chegar onde eu cheguei. 私ここの守る。本物の私チャンピオン。分かってる。ベラトルとの戦いも頼むよ。Agora eu me tornei homem de verdade. Então, é nós contra o mundo hoje. When I was a child, I was watching Natal Nogueira, Wanderlei Silva. I had a dream. I want to fight there in Japan. 自分の嬉しい、これが日本の守ってる。でも私、本当に頑張れます。Vou trazer essa vitória para minha organização. Eu sei que o adversário é duro, mas eu sou melhor que ele. A especialidade dele é o chão, o jiu-jitsu, mas eu também sou especialista nisso. Eu tenho mais finalizações que nocautes, então não tenho medo de ir pro chão com ele. Ele só não conseguiria ser o campeão, porque eu tô lá. みんな全部変わるね。みんな世界だったらみんなあまりライズ喋れない。多分信じない。これからみんな絶対ライズ信じてるよ。私頑張れますそれ。スピリットの侍になります。Como falo, força do Rise, a força do Japão e em especial a força da Bonsai. 大晦日でベラトのファーティクールでVou pegar! Os